はい、皆さんこんにちは。ついにですね、これを紹介できる日がやってまいりました。今回紹介するのはアトモスプロジェクトのジャパンシリーズ第2弾である京都でございます。第1弾の富士は A7068 アルミニウムプラスステンレスのインナーリムバイメタルだったんですが、今回の第2弾はですね、チタン製のモノメタルになります。そしてなんとですね、今回重量が 70g となっています。実はこの京都は僕にとって初めてのチタンであり、初めての 70g 台のヨーヨーなので、今回かなりピュアなレビューが皆さんにお届けできるんじゃないかなと思っています。手元に届いてから1週間ぐらいこの京都を振っているんですが、スペック的にもどちらかというと競技寄りなのかなと思ってたんですが、振ってみて本当にびっくりしたんですけど、重くて硬いフィーリングなのかなと思いきや、実はかなり滑らかに動かすことができて、しっかりフローティーさのある EDC ヨーヨーなんですよね。そして何といってもチタン製なので長く使えますし、経年変化も楽しむことができる。この日本のものづくりに対する哲学である用の美というのを完全に表現した、前作の富士を超える究極のジャパンシリーズなんじゃないかなと個人的には思っています。さらに今回は日本を代表する京都という都市の名前がこのヨーヨーのモデル名になっています。実はアトモスプロジェクトにとって京都っていうのはかなり重要な場所なんですが、このヨーヨーの名前が京都になるということは、それだけ完成度が高くて、アトモスにとってもかなり自信のあるヨーヨーなんじゃないかなと思います。ということで今回はこの京都のスペックや使用感はもちろんなんですけど、なぜこの京都が究極のジャパンシリーズなのかという点にもフォーカスして、この前作の富士との比較を交えながら、しっかりと京都のレビューを皆さんにお届けしていこうと思います。まずはですね、この京都のスペックを見ていこうかなと思うんですけど、分かりやすいようにこの前作の富士と比較をしながらスペックを紹介していこうと思います。まずおさらいがてら、先に富士のスペックを紹介していきますが、まずこの富士は直径が 52.7mm、 そして幅が 45.9mm、 重量が 66.5g となっています。素材としては A7068 のボディにステンレスのインナーリムがついたバイメタルになりますね。そして今回の京都は直径が 52.7mm、 富士と全く同じ直径ですね。そして幅が 45.6mm、 そして重量は 70g となっています。スペックで比較してみると、この今回の京都の方が幅が 0.3mm 狭くなっているんですけど、サイズ感としてはですね、どちらも全く同じと考えていただいて大丈夫ですね。スペックの大きな違いとしては、素材がチタンであることと、それから重量が 70g であることですね。形状としましては、富士と同じ H プロファイル、全く同じ形になるんですけど、H プロファイルで、比較的幅の広いリムによってパワー重視なヨーヨーに見えるんですけど、こちらも富士と同じように、あえてこのサイドフェイスを深く削らずに残しておくことで、この中央部分にもしっかり質量を持たせてあるので、回転力と動かしやすさのバランスが整ったモデルになっています。そしてですね、今回の京都を含むアトモスのジャパンシリーズは全部で3つリリースされる予定なんですけど、第1弾が、これまでも紹介してきたこの富士ですね。インナーリムバイメタルの富士。そして第2弾が今回のチタン製の京都になります。で、このジャパンシリーズって何なのかっていうと、日本のものづくりに対する文化や哲学を取り入れたシリーズなんですが、キーワードとなっているのが用の美という概念なんですね。
見た目の美しさではなくって日常的に使われることで、このものとしての機能を果たすことで生まれる美しさがこの用の美の概念となっています。用の美に関しましては、こちらの富士のレビューの方でも詳しく説明していますので、こちらのレビューもご覧いただければと思います。でこちらの第1弾の富士は、一つのヨーヨーとして長く使われるように、こじんまりとしたサイズ感、そしてシンプルな外観ながらも動かしやすい重量配分とステンレスのインナーリムによって、この控えめな見た目からは想像がつかないくらい高い性能を持つヨーヨーだったんですね。でそして今回の京都はというと、素材がチタンに変わったんですが、このチタンを選択するというところがまさに日本的な視点だなと個人的には思うんですよね。日本の工芸品あるいは民芸品っていうのは長く使い続けられるように、まず素材選びから始まるんですよね。ヨーヨーの素材としてのチタンっていうのを改めて考えてみると、やっぱり強度が非常に高くって耐食性も高いので、かなり合理的な素材なんですよね。でそれだけではなくって、チタン製のモノメタルになったことでよりミニマルな見た目になって、富士と全く同じ形状ではあるんですけど、この光の反射の仕方っていうのが微妙に違うので、この全体的な輪郭っていうのに少し柔らかさが出たなと個人的には感じています。少しステップのところの角が緩やかに見えますよね。そしてこの色っていうのもかなり大事な要素だと思うんですよね。富士はアノダイズされたアルミなので、やはりどちらかというと人工的な色味、これはクリアになるんですけど、人工的なシルバーっていう感じがやっぱりするんですけど、今回の京都はローのチタンなので素材そのものの色なんですよね。でチタン特有の少しブラウンに近い色味になっているので、なんというか日本的な渋さっていうのが感じられますよね。でそしてやっぱりローなので、長く使い続けていくと経年変化、くすんだりですとか、あるいはぶつけて傷がつくこともあるかもしれませんけど、単なる汚れや傷ではなくって、自分自身がプレイした歴史としてこのヨーヨーの本体に刻まれていって、それがゆくゆく美しさになっていくという、この富士を超えて用土美の概念を完全に体現した、やっぱりこの究極の日本的なヨーヨーだなと思います。冒頭にも少しお話をしたんですけど、今回のジャパンシリーズ第2弾が京都という名前になったことからも、このヨーヨーの完成度の高さ、そしてアトモスプロジェクトの自信っていうのが伺えるんですね。で実はアトモスプロジェクトにとって京都っていうのは本当に重要な場所で、アトモス創立前にオーナー自身が5年ほど京都で暮らしていたそうなんですね。でこの京都で暮らす中で、着物ですとか陶芸、京金具など日本の伝統的なものづくりの文化や哲学に触れた経験があるそうです。でそしてアトモスプロジェクト創立して初めてリリースされたモデルがクラウドベリーだったんですけど、このクラウドベリーっていうのは日本の陶芸からインスピレーションを受けて制作されたモデルになります。そんなアトモスプロジェクトのヨーヨー作りに大きな影響を与えた都市の名前、京都という名前がついたということは、やっぱりこのアトモスプロジェクトにとってもかなり自信のあるモデルなんじゃないかなと僕は個人的に感じています。実際の京都の使用感をお伝えしていこうかなと思いますが、70g のチタンということでフィーリングが気になるという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。で実はこの京都、冒頭にも少しお話ししたんですけど、僕にとって初めてのチタンなんですね。でそれがまさかの 70g というスペックになっちゃったんですけど、さすがに初めてスローするときはちょっと買っていきなりぶつけるのも嫌なので恐る恐るスローしたんですけど、やっぱり 70g あるのでスローする瞬間、投げ出しの瞬間っていうのはずっしり重さを感じます。
ただですね、これが投げ出す時だけなんですよね。もう投げ出した後はもう本当にびっくりします。富士よりも軽く滑らかに動かせるので、本当にこれ 70g あるのかなって思って実際重さ測ってみたんですけど、ちゃんと 70g ありましたね。本当にびっくりするぐらいスルスル滑らかに動いてくれるヨーヨーなんですけど、アトモスプロジェクトのリリースノートにも、しっかり書いてあるんですが、この実重量とプレイ中に感じる実際の重量とのギャップがかなり大きいモデルになっています。なので、この 70g という重量をネックに感じる必要は全くないです。そしてもう一つ驚いたのが、しっかりと浮遊感を感じられるんですよね。で、この京都も富士もサイドフェイスがフラットになっていて、このセンターにもしっかりと重量を残した設計になっています。富士はステンレスのインナーリムがあることで、浮遊感というよりも動かしやすいマイルドなバイメタルといった印象だったんですが、今回の京都はチタンといえどモノメタルなので、この設計上の重量配分っていうのがより明確にフィーリングに現れていると思います。で、このセンターからミッドゾーンの重量配分っていうのが予想以上に大きいんだなっていうのは振っていてよくわかりますね。浮遊感のあるヨーヨーってどちらかというと軽量系のヨーヨーが多いと思うんですけど、70g でもこれだけ浮遊感が出るんだなと本当にびっくりしましたね。で、回転力に関してはチタン製ではあるものの言ってモノメタルなので、どうなのかなと思ってたんですけど、これまで振ってみた感覚としては富士と同じぐらい、インナーリムバイメタルの富士と同じぐらいの回転力があります。いや、本当にこのガチガチの硬いフィーリングだと思ってたので、まさかこんなに気持ちいいヨーヨーだとは思ってなかったですね。今回はですね、アトモスプロジェクトのジャパンシリーズ第2弾である京都をレビューしました。素材がチタンになったことで、日本のものづくりに対する哲学である用の美というのを完全に体現したモデルになっています。70g でありながらしっかりとフローティーな気持ちよさがあって、それでいて十分な回転力と強度もある究極の日常使いと言えるヨーヨーなんじゃないかなと思います。アトモスプロジェクトはですね、リリースノートの中で、使うのが惜しいと思われたら失敗とまで言っていますが、僕はこの京都手元に届いてから本当に毎日ケースに入れて持ち歩くほどお気に入りになっています。さてですね、このもうジャパンシリーズも残すところあと一つになってしまったんですけど、第1作目がインナーリムバイメタルの富士、そして第2作目がもう究極ともいえる、日本の哲学を完全に体現したこのチタン製の京都なんですけど、残すあと一つどうなるんでしょうね。僕もちょっといろいろ思いを巡らせているんですけど、皆さんはこの3作目何になると思いますか？いろんな、素材を変えてくるのか、形状を変えてくるのか、いろんな表現の仕方があると思うんですけど、ぜひ皆さんのこのジャパンシリーズの第3作目に対する意見っていうのをこの YouTube の今回の動画のコメントで教えていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。